はい、皆さんこんにちは、釣りきょうです。夜の人はこんばんは。前回ですね、秋のね、リバーのおすすめハードルアー5選をね、紹介させていただいたんですが、今日はこういう画面でね、ルアーを大きく見せて紹介したいと思います。はい。まあいろいろ、リラーバーとかね、ノイケとか、ピアコとか、事細かに説明させてもらってますので、またぜひ前の動画もね見てもらったら嬉しいです。はい、チャンネル登録もね、高評価もね、ぜひよろしくお願いします。さあ行きましょう。秋のね、今回はね、秋のリバーのソフトルアー5選いきます。はい、一つ目、ダウンショットとかもしくは、ジグヘッドも使えるし、ノーシンカーも使えるし、これですね、ちょっと懐かしいんだけど、これ、ズームさんの ZPC やね、ズームさんのミートヘッドってあるんですよ。昔一世風靡したわ。コスパがいいのでね、安くて20本入りなんですよね。で結構張りがあって、なんかなんていうの、語尾みたいに見えますよね、魚にいるね。それに近いんでよく、川ではよく使いますね、秋の。琵琶湖でも釣れますけど、野池でも釣れますけど、秋でよく釣れたイメージがあるので紹介させていただきました。はい、ダウンショット、ノーシンカー、ジグヘッドかな、よく使うのはね。あとスプリットショットってね、ちょっと前にシンカーやってやる釣りとかね、釣れますね、やっぱり。どこでも万能だけどね。はい、コスパがいいので使いやすいかなと思いますね。はい、結構張り持ちもいいし、結構しっかりしてるしね。はい、このスカッパノンがいいですよ、カラーはね。はい、一つ目、ZBC さん、ズームやね、ズームの、ミートヘッド。はいはい、2つ目はもう一回行こうか、ズームで。はい、ズーム。なんかね、川にはね、やっぱりザリガニもいるんだけど、手長エビが多いかなっていうイメージが自分の中でよくね、よく観察するんですよ。川にいるね、生き物。エビとかね、いるんだけど、よく見かけるのはやっぱり手長エビがよく見かけるんで、これベビーズーム、ベビーホックかな、ですね。これもズームさんのフラッシュホックですよね。ベビーフラッシュホック。もしくはもうちょっと大きいフラッシュホックもあります。はい。これをよく使いますね、川ではね。どのシーズンでも釣れますけど、もちろん秋もいい思いしたのでね。で、あとはラバージグのトレーラーもいけるし、別に、ヘビキャロ、今流行りのフリーリグ、もちろんノーシンカー、ジグヘッド、全然使えますね。万能ですね。はい。これも丈夫やしね。はい。いいですよ。で、あんまりこのなんていうの、テールが邪魔やったらこれ、カットしてね、使うこともありますね。あんまり食い気が悪い時は、この、バタバタをカットして使ったりとかする時もありますね。私はラバージグのトレーラーでよく使うかな。はい。テキサスももちろん釣れます。はい。2つ目。ズームフラッシュホックやね。はい。みんなよう知ってますわね。これもね、一世風靡したワームやしね。これいまだに強いですよ。はい。これ。はい。フィッシュアローさんの、フラッシュ J。川ではね、特にクリアレイクではすごくいい思いしたので紹介させていただきます。はい。前にもね、いろんな夏のリバーでも紹介したかな。はい。いいですね、やっぱり。で、このテールをね、使い分けてます。はい。ブルブルって振動を与えて
食ってくる時がええ時はこのテールを使いますね。でこのテールがスプリットといって魚の形したテール、それもあるので、それは川は流れがあるのでね、流れを利用するときはあっち側を使いますね。主には、ミドストですね。ミッドストローリング。もしくは、今流行りのホバーストやね。それを使いますかね。サイドでも全然釣れますので、おすすめです。はい。このアルミが邪魔やったら、外してね。これ外してあるんですが、そしたらもっと食い込みがね、良くなりますので、そういうチューニングもしてます。はい。フラッシュ J は強いですね。鈴木もよく釣れるしね。これの大きいバージョンであるんですよ。大きいバージョンが。ちょっと待ってな。どこ行った？これ。これ大きいね。このサイズやったら。ほんでね、これがいいのはね、ライブベイトリグ言うて、横にこう引っ張ってくる重曹とか、上にね、ホバーストやね、横針をね、こう真ん中に刺して、ここに出すんですよね。ちょっと違う針なんですが、ここを刺して、マス針ですよ、ほんま使うのはね。使って、真ん中でこう、抜き上げてくると、ライブベイトリグで調べてみてください。そしたらね、こっち側に刺すことによってこっち側に泳いでくれます。こう泳いでくれる。そしたらそれでバーン食ってくるんで、夏でも通用しますけど、ほんで、こっちに泳いでほしかったらこっち側から真ん中から、抜き上げ、真ん中のスリットに出してあげる。で、こうすることによってこっち側に泳いでくれる。はい。そういう使い方もできるんで、はい。ミドストだけではないですね。ライブベイトリグ。ちょっと禁断のめっちゃ釣れるリグなんですけどね。それもよく川では使いますね。はい、3つ目、フィッシュアローさんのフラッシュゼイ。はい。テールは、ワンドとかやったらこういうハード、シャートテール。もしくは、流れがあるところはスプリットって言って、魚のね、フィンのテールを使います。はい、おすすめします。丈夫なんでね、もう全然結構これでワームちぎれたことないですわ。だから意外とコスパにもいいと思うね。丈夫です。はい。動きもいいしね、ピリピリウォブリング、ローリングしてくれますので、でクリアレイクの皮とかやったらものすごく反応いいですね。やっぱりいいですよ。はい、3つ目、フラッシュ J のフラッシュ J ね、3インチ。インチはね、いるところのベイトに合わせたらいいんじゃないですか。4、5もあるのでね。はい。はい、4つ目、やっぱり、ワッキー系いりますよね、どこにでもね、ワッキー系。で、それで僕が川でよく使うのが、秋でも、琵琶湖でも使ってたんですけどもね、これですわ。はい。これもズームさんやね。はい、出た。マグナムスワンプクローラ。これの普通のスワンプクローラーもあります。私はもう、でっかいの狙いたいんで、マグナムスワンプクローラー。もしくは、マグナムスワンプクローラーを2連結したやつ。ロングワームやね。今度は死んでいいっすよ。もう今、ロングワーム売っとるんで。僕はこれが好きなんで、自分で作りました。はい。これね。安いからね、他のワームとかより。だから2連結して、でかいのだけ。もう50アップ釣りたいいう時は、もうこれで狙いますね。マグナムスワンクローラーの2連結。リグはネコリグか、もしくはここにシンカー入れて、キクモトリグいうんですか、そういうのもできるし、普通にライトテキサスでも全然釣れます。はい。ジグヘッドでもいいです。そっちの方が、フッキングはいいですよ。前に針ある方が、ここに食ってきよるんで、ワッキーやとね、
たまにこうこっち食ったりこっち食ったりしてなかなか食い込みが悪い時があるので、猫肉すると、そうやったらちょっと待ってやらなあかんのでね、バスがカチッとしてぐーっと持っていくまでフッキングしたらあかんのですよね。だから結構いまだにフッキングミスするんですけども、それでもやっぱりこれに食ってくるやつはもう大体50アップきますね。はい、おすすめします。川ではねよく使いますね、スワンプクローラーは。おすすめします。高山ダムとかいいんじゃないですかね。はい、おすすめします。淀川でねこのスカッパ飲んで釣れましたよ。バラしたけどはい、4つ目マグナムスワンプクローラー。はい、最後はねやっぱりコーヒジュ。これはちょっとグラブのテールがちげえたんで代用してますけど、芋グラブですね。芋グラブ、はい、芋グラブね。やっぱりで芋グラブの使い方、みんなもう今流行りはジャークじゃないですか。そこをジャークしてちょんちょん、ジャークしてちょんちょん、それがね流れがきつかったらなかなか上手にできない。で僕それしいひんね。川やったらね、流れてるとこやったらもうあえて流してコロ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 流しますね。ほんでどっかぶつかったら止めてあげる。その時にちょんちょんってしてまた流す。コロコロ流しって言うんですけど、自分でやってるんですけど、コロコロってこうやって流していってね、こう例えばここに岩があってね、コロコロって流してぶつかった時にちょちょんって逃がしちゃったらパーン食ってきますわ。そういう使い方しますね。コロコロ流しって僕コーヒーでねやってますけども、はい、実はねこれスモールもよく釣れます。はい、芋グラブどこでも強いけどね、コーヒーは今流行りですよね。これもでかいの来るし、もう釣れへん時一番信用があるかな、やっぱコーヒーはね。一星さんの何だっけ、沈み虫ですか。あとはカバースキャット、あっちが主流だと思うんですけどね、あっちはね食い込みがいい時は釣れるんですが、バスがねプレッシャーの高い淀川とかああいうね食い込みが悪い時はねやっぱりゲリーのこのマテリアルがすぐかかってくるますね。だから芋グラブをおすすめします。はい、ちょっと高いけど高確率にフッキング率がいいのでね、おすすめします。はい、芋グラブですね。はい、5つ紹介させていただきました。ちょっと簡単ですけど申し訳ないです。はい、最後ちょっとその他ですね、やっぱり秋といえばチャター持っていきますね。チャターね、ちょっとこれは今勝のモグラチャターなんですが、これパーフェクションだったかな。チャターね言いますね。でチャターのトレーラーなんですが、デスアダーとか皆さん何使いますか。グラブとか、もしくはバルビュータとかああいうのも使えるんですが、革はねやっぱりデスアダーとかああいう系がいいと思いますわ。で僕がよく使うのはね、ちょっとこれ紹介させていただきたかったんですが、ちょっと懐かしいかもしれない。知ってる人は知ってるやろうけど知らん人はやっぱり知らんと思う。これねちょっとでかいけど、ちっちゃい方出そうか。ちっちゃいこれ今勝のねジャバースティックっていうんですよ。知ってる人は知ってるかな。知ってますよね、知ってる人はね。ジャバースティック、ちょっと待ってな。これ自分でチューニングしたやつ。これは自分でねこう切って使えるんですよ。このままやったら、市販のままやったら普通のスティックベイトなんですよね。くねくねならないの。ここを切ることによって、くねくねなるんですよね。これのねやっぱりチャッターおすすめしますよ。トレーラーね。やっぱりくねくねってなってくれるんで、もしくはなんていうの、ジャバロンでもいいかもしれない。
でもこの細さが、もう革にはベイト、こういうベイト多いのでね、一番いいですね。はい。で、こう、くねくねなってくれますんでね。うん、全部切らんでもいいですよ。ここの2箇所だけ、ここの半分。ここですね。ここ切ったら、もう、ジョイントですわ。ここだけ切ったらね。うん、全部切ったら、くねくねなってくれますので、自分の好みにね、あ、今日はこの、なんていうの、ジョイントだけが釣れるわとか、ありますんで、それからここ、後ろだけ切った、ピリ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 ってここだけね、ピリ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 、ここだけが、ここだけピリ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 になってくるんで、それがええ時もありますわ。うん。で、反対に、何にも、切らんと、スティックにやってみて、釣れへんかったら、ちょっとこういうジョイントにしてみたりとか、いろいろ試してみたらいいんじゃないですか。うん。やっぱりチャターは釣れますね。川でもね。うん。やっぱりどんどん冷え込んできたら、スイムジックチャター出番なんで、暑い時も釣れますけど、暑すぎ、もう最近、異常に暑いでしょ。9月やのにね、とんでもないでしょ。はい。さあし、ちょっとね、厳しいけど、だんだん冷えてきたらね、もっとなんていうの、よく釣れますのでね、チャターはぜひ、やっぱり。あとは、まあ、ジャックハンマーのチャターがいいかな。ジャックハンマーやね、僕はね。ジャックハンマー派やね。気になるのが D スタイルさんのチャター気になるな。またチャターもね、紹介させていただきますわ。はい。ありがとうございます。簡単でしたけども、その他はチャターでしょ。トレーラーはジャバスティックをおすすめします。はい。で、フラッシュ J でしょ。イモグラブでしょ。マグナムスワンプクローラーでしょ。で、フラッシュ J でしょ。フラッシュ、フラッシュホックでしょ。ですね。あとはミートヘッド。結構 ZBC さん多いですよね。安いんでね、特におすすめ。もうバス釣り始めたい。ちょっとあんまり高いのじゃなくて、釣れるのないですか言われたら、ほんまにね、20本入りとかなんで、コスパがいいです。はい。まあこれならもう中古で売っとるんで、安いですね。フラッシュ J はもう中古でも売ってますので、で結構張りがいいし、潰れへん、なかなかね。はい。おすすめします。いつもご視聴ありがとうございます。末永く、今年、どうぞよろしくお願いします。いつもありがとうございます。またねー。